前回薪ストーブの暖房効率を上げようということでですね、シーリングファンを設置しました。うまくいけばですね、このように家全体を温めることができるんじゃないかということで始めたんですが、途中までは本当にうまくいってたんですよね。このように取り付ける専用の部材も作ってですね、それでシーリングファン本体を取り付けている時にこんなことになってしまいました。取り付けている途中で落ちてしまって配線も切れてしまいました。それで配線ぐらいだったら直せばいいやと思って直してみたんですが、結局うんともすんとも言わずにですね、ファンも回らずライトもつかず完全に壊れてしまいました。それでしょうがなく、新しく Amazon で購入することになりまして、それで今回は、いわゆるリベンジっていうやつですかね。新しく購入したこのシーリングファンを取り付けようと思います。まずはシーリングファン本体が分解されて段ボールに入ってますので、説明書を見ながら組み立てます。それでですね、前回問題だった落下防止ワイヤーと、あと電源のケーブルですね、長さの話です。それを外して見てみたら、やっぱりかということで、ここをちょっと見てください。落下防止ワイヤーがこの長さですね。それに対して電源のケーブルはこれだけ長いんですね。これであれば、もしも落下してしまっても電源のケーブルは切れませんよね。それから落下防止ワイヤーの輪の部分、これは輪の大きさの調節ができるようになってるんですね。これであればフックにかけてから短くして固定することができます。ちなみに前回壊れてしまったシーリングファンの同じ部分見てみましょうか。電源ケーブルより落下防止ワイヤーの方が明らかに長いと。これだと落下した時にやっぱり電源ケーブルは抜けてしまいますね。それから落下防止ワイヤーの輪っかも大きくて、これは調節ができません。で、新しく購入した方に話を戻しますけども、もう一つ気づきました。新しく購入した方は電源ケーブルかなり太くなってますね。これはかなりいい商品だと思います。前回壊れてしまった時にはかなりがっかりしたんですが、新しく購入したシーリングファンのこういう部品の細かいところを見るとですね、逆に新しいの買ってよかったなと思いましたね。これは怪我の巧妙というんでしょうか。それからこの新しいシーリングファンの消費電力、これはファンも強にして LED 照明も一番明るくして2つ合わせて 25W しか使えません。実は壊れてしまったシーリングファンはファンの部分だけで 45W だったんですね。シーリングファンは冬場はずっと回しっぱなしになりますので、電気代もバカにならないんですよね。そういう意味でも、新しいものにしてよかったかもしれません。このシーリングファンの情報は概要欄に載せておきます。ということで組み立てを再開します。これで組み立ては完了です。プラスのドライバー1本あればできますね。
それから前回作った取り付け部材のところには壊れてしまったシーディングファンのアダプターがそのままついてましたので交換する必要があります。これでいよいよシーリングファン本体の取り付けです。今回は落とさないように気をつけます。でもやっぱり重さは同じぐらいありますね。時間をかけてると腕が痛くなってきます。ここで例の落下防止ワイヤーを引っ掛けてフックにかかる部分の輪っかを小さくしてビスを締めています。これで電源もしっかりはまりましたね。そうしましたら本体をアダプターに固定します。はい、やっぱり今回の新しいシーリングファンの方が、手こずらずにあっさりつけられましたね。あとは固定用のビスを締めて終了です。前回はこのビスを締めている最中に落下したんですよね。今思い返してもなんでこのタイミングで落下したのかちょっとよくわかんないんですよね。アダプターと本体の大きさがうまく合っていなくてアダプターから本体が外れてしまったっていうことなんだろうと思いますが、今回購入したシーリングファンはそのような感じは全くなかったですね。危なっかしい感覚もなくうまい具合に設置できたと思います。それではスイッチを入れて動かしてみたいと思います。はい、いいですね。羽もたるきに当たりませんし音も静かですね。 LED 照明もつけてみましょう。十分明るいですね。明るさも8段階に調節ができて明かりの色も3パターン変えられるということです。ということで、新しいシーリングファン無事設置完了です。DIY をやってますとうまくいく時といかない時といろいろあってですね、今回のように失敗から学ぶっていうことが結構あってですね、そこが DIY の良さなんじゃないかなと思ってます。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。これからもですね、成功したり失敗したりいろんな動画を上げていこうと思ってますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価などをしていただけると幸いです。